も月が綺麗ですね。どうもどうも、月見ハオです。今日も僕と一緒に日本語を勉強していきましょう。今回は、なんなんたらどうかという文法を紹介していきますよ。それでは早速、行ってみよう。じゃあ、最初の例文を読んでいくよ。体調が悪そうですね。病院に行ったらどうですか？この、なんなんたらどうですかは、人に何かを勧めたり、提案する文法。つまり、体調が悪そうな相手に病院に行くことを勧めているんだね。じゃあ、早速使い方を解説していくよ。なんなんたらどうですかは、動詞の多形と一緒に使うよ。アドバイスだから、目上の人にはあまり使わない方がいいかも。例えば、彼女が欲しいならアプリを使ったらどうですかって感じでね。最近、恋人を探すアプリが流行ってるんでしょ？みんなは使ったことある？この例文も彼女が欲しいって言っている相手にアプリを使うことを提案しているよね。それから、この例文も見てみて。運動でもしてみたらどうですか？こうやって、なんてみますの文法と一緒に使うことも多いの。ちょっと運動をチャレンジしてみませんかって感じでね。どう？使い方が分かってきたかな？次はカジュアルな言い方と丁寧な言い方をそれぞれ紹介するね。カジュアルバージョンはこれ。日曜日くらいどこか出かけたらどう？なんたらどう？にするだけ。簡単だね。日曜日にずーっと家にいるのはもったいないもんね。我者は相手に出かけることを勧めているんだね。それと、どこか出かけたらっていうこともできるよ。丁寧な言い方は、もう少し値段を下げたらどうでしょうかって感じ。さっき、この文法は目上の人には使わないって話したよね。場合によって、こんな風に使うこともできるんだよ。これは、値段を下げることを提案しているよね。この人たちは、どこかのお店で働いているのかな？こんな感じで、いろんな相手に使えるってことが分かってもらえたかな？じゃあ、最後に、もう一つの使い方を紹介しちゃうよ。どうして何も言わないの？謝ったらどう？あれれ、どんな状況？この人、すごく怒ってるよね。謝ったらどうっていうのは、謝ることを勧めているというよりも、謝らないことを怒っているんだ。こうやって相手がしないことを非難するときにも使えるんだね。でも、ちょっと怖い人に聞こえるから、言い方には注意だよ。それでは今日の復習、行ってみよう。僕に続けて練習してみてね。最近体調が悪そうですね。病院に行ったらどうですか？運動でもしてみたらどうですか？今回のなんたらどうですかは動詞の多形と接続するんだったよね。何かを提案するという意味があったね。それから相手によっていろんな言い方があったよね。日曜日くらいどこか出かけたらどう？もう少し値段を下げたらどうでしょうか？どうして何も言わないの？謝ったらどう？最後は相手がしないことを非難する言い方。ちょっとだけ怖かったけど、こんな使い方もあるんだね。よーし、今日の文法も分かってもらえたかな？頑張って勉強したから、みんなちょっと休んだらどうかな？ということで、今日のお勉強はここまでです。今回はすごく使い道が広い文法だったと思うので、皆さんしっかり復習してみてください。
これからも皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので、応援よろしくお願いします。今夜もお月見ありがとう。それでは皆さん、またねー。